皆さんこんにちは。今回もですね、ドリフトネタになります。グラスパー2のドリフトスペックが発売されたということで、ちょっと連続でドリフトネタやっていこうかと、思ってるんですけれども、ドリフトユーザーさんのですね、一番の悩みっていうのはおそらくハンチング、サーボのハンチングですね。サーボがブル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 って震えてしまうハンチングっていう現象があるんですけれども、これが抑えられないっていう、悩みが自分も一番大きくんで、今回はですね、ドリフトのハンチングを抑える方法っていうのを、紹介したいと思います。ですね、ハンチングの要因っていうのは、一つではなくてかなり、全体的にいろんな要因があって、それがどれかがですねできてなくてもハンチングって起きてしまうんですごい難しいんですけれども、まず第一にですね、ハンチングの要因として、考えられるのが、このシャーシですね、シャーシ側の組み方ですね、組み方。これがまず一つの要因なんですけれども、ステアリングとかですね、サスペンションっていうのがですね、リンケージがいろいろ多く介していると思うんですけれども、そこでですね、まずガタが大きいと、ハンチングっていうのは起きやすくなってしまいます。まずですね、ステアリングのリンケージですね、ここにガタがいっぱいあると、ハンチング起きやすくなってしまいます。あとサスアームですね、サスアームもガタガタだったりすると、ハンチングが起きやすくなってしまうので、まずはですね、車を、ガタなくスムーズに動くように組んであげるっていうのが、一つハンチング、解決する要素になるかと思います。サスアームとかでしたらですね、シムを間に挟んであげて、ガタを限りなくなくしてあげる、かつスムーズに動く、車作りをするっていうのがですね、まず第一前提となります。でですね、もう一つが、ジャイロですね。これあまり知られてないんですけれども、ジャイロを貼る際ですね、シャーシに貼り付ける際に、よくですね、アンプなんかを貼り付ける分厚いスポンジタイプの、両面テープがあるんですけれども、スポンジタイプの両面テープっていうのはあまりですね、ジャイロを貼り付けるのには、おすすめしません。なぜかというとですね、スポンジタイプの両面テープで貼ったアンプとかちょっと手で動かしてみると分かると思うんですけれども、ちょっと軽くこうむにゃむにゃ動いてしまうんですね。でですね、これがですね、ジャイロがですね、軽くこう動く状態だと、ジャイロが動いた時に、車が、動いていると勘違いして、それでジャイロの動きに、共振してしまうんですね。ジャイロが動いた時に右に動いたら左にハンドル切ろうとするので、それプラス車の動きっていうのが重なって、ハンチングが起きてしまう時があります。ということでですね、おすすめの両面テープはですね、スポンジタイプではない薄い両面テープですね。薄くて強力なものがあればいいかと思うんですけれども、スポンジタイプでない薄い両面テープで、ジャイロをシャーシに固定してあげるっていうのが、一番のおすすめです。これでですね、数パーセントの、ジャイロのハンチングっていうのは、防げるかと思います。そしてですね、もう一個のジャイロのハンチングの抑え方。今回はですね、これをメインに、紹介していこうと思うんですけれども、もう一個はですね、KO プロポの KGX についている、ドリフトジャイロですね、KGX についている、AVG というですね、機能を使ってあげるということですね。これはですね、KO プロポ独自の機能なんですけれども、ハンチングを抑える機能になります。AVG っていう機能ですね。この機能を使って、ハンチングを抑える方法ですね。を、今回この動画で、実際に、やりながら詳しく、紹介していきたいと思います。はい。ということでちょっとですね、分かりやすいように、カメラの位置変えます。はい。ということで、ちょっと分かりやすいようにカメラの、位置を変えてみました。で、これ KO プロポの KGX っていう、ジャイロですね。このジャイロ本当はですね、この車の場合、この真ん中に乗せる台があるんですけれども、今回いじるこのダイヤルがですね、ちょっと見やすいように、わざとちょっと端っこの方に乗せてみました。本当はですね、真ん中に乗せるのが、ベストです。で、今回、ハンチングを抑えるためにいじる機能がですね、ここにダイヤルが3つついてるんですけれども、その真ん中ですね、真ん中のAVG っていうところですね。AVG っていう文字がちょっとカメラだとちっちゃくて見えないかなと思うんですけども、AVG という機能を使ってハンチングを抑えていきます。
でですね、ここで、ここまでは結構知られてる方多いんですけれども、この AVG の使い方っていうのがですね、意外と皆さん理解されてなくて、で、この AVG、単純にですね、この MAX、一番ひねったところが、一番ハンチングが起こりやすいんじゃないか、起こりにくいんじゃないかって思っている方が多いかと思うんですけれども、実はそうじゃないんですね。で、まずちょっとですね、この AVG の、機能について、簡単に説明していくとですね、この機能ですね、ステアリングの、ハンチングですね。ハンチングのブル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 っていうですね、ハンチングの周期っていう言い方をするんですけれども、ハンチングの周期の、波があるとしまして、でその、逆の波をぶつけてあげるイメージですね。波に波を当てて、打ち消してハンチングを止めるっていうようなやり方を、簡単に説明するとしてるんですけれども、その周期がですね、あったところでハンチングがピタッと止まります。なのでですね、これ、車によってもサーボによっても、ハンチングの周期っていうのが変わってくるので、これどこで止まるかっていうのは、全部、必ずしも一緒にはなりません。マックスの周期で止まるかって言ったら、そうじゃなくて、逆に一番小さい周期で止まるかっていうと、そうでもなくて、ですね、一番、このハンチング、この車のハンチングの周期に合わさったところで、止まるようになるので、これ実際にですね、調整しながらやってみないとわからない部分なんですね。ということでですね、実際にちょっとこの車の、ハンチングをですね、今、この動画で、止めてみたいと思います。でまずですね、今、ここに横にプロポが、あるんで、プロポの電源を入れて、車の電源を入れます。はい。もういきなりですね、こんなにハンチングしてますね。かなり、ひどい状態になっていると思います。でまずですね、この状態で、AVG のダイヤルを回すんですけれども、で一番わかりやすい方法としてですね、まずこれ、MAX に、どっちかの、MAX の方にですね、回しちゃいます。これ点滅しているとき読み込んでて点灯したら、読み込み完了ですね。今、一番端まで回したんですけれども、ハンチング止まりません。この状態からですね、だんだん戻していきます。まずちょっと戻します。で、読み込んで、まだ止まらないですね。ということで、もうちょっと戻していきます。はい、まだ止まりません。これを何回も、繰り返していく感じですね。もうちょっと戻していきます。はい、ここでハンチング止まりましたね。ここでですね、ハンチングの周期が、あったっていう感じですね。これで一旦止まりました。でですね、ちなみにもうちょい回してみます。これで動かしてみます。止まってますね。ここも、周期が合ってるっていうことなんですね。で、この周期っていうのは、狭いけどちょっと幅があります。もうちょっと回してみます。まだ大丈夫ですね。もうちょっと回してみます。まだ大丈夫ですね。もうちょっと回してみます。またここでハンチング起きましたね。ここでですね、周期の、幅から、同じ周期のところからまたずれてしまったんで、またハンチングが起きました。ということでですね、またちょっと戻してあげます。はい、止まりましたね。ということでですね、この周期の幅の、大体真ん中ぐらいがですね、一番安定するかと思います。なので、ですね、ハンチングが起きてしまったら、まずダイヤル、右でも左でもこれどっちでもいいんで、まずどっちか目いっぱいまで回してあげて、そこからですね、今のように、ちょっとずつ回してあげて、ハンチングの止まる、周期のところを探してあげるというイメージですね。ですね、これ、今、無負荷の状態で、なんですけれども、これまた走り出したらですね、路面のギャップなんか拾ってまたハンチング起きちゃったりするんで、その時もですね、同じように走らせながらまたちょっとダイヤルをちょこっと回してあげて、もう一回走らせながらまたちょこっと回してあげるっていう作業を、やってあげるとですね、ハンチング、ピタッと完全に止まるところが見つかると思いますので、ぜひですね、こんな感じで、ダイヤルをちょっとずつ回して、ハンチングの、止まるポイントを、探してあげてください。で、あくまでも、ダイヤル目いっぱいひねったからハンチングが止まるっていうわけではないので、そこだけですね、注意して、調整を行ってみてください。はい。ということでですね、今回はドリフトのハンチングを抑える方法について紹介してみました。
またですね、この動画のですね、コメント欄、今回からオンにしました。っていうか、オフになってたのを全然気づかなかったんですけれども、でですね、このコメント欄にて、この動画でですね、なんかやってほしいネタをですね、募集したいと思います。この動画もですね、ずっとやってるとだんだんネタがなくなってくるので、ユーザーさんからなんかこういう動画の内容のネタやってほしいよっていうのがですね、あればですね、可能なものに関しては、それ採用させていただいて、ここで、なんかやろうと思いますので、ぜひですね、コメント欄の方に、こんな内容の動画やってほしいよっていうのがあったらですね、ぜひ書いてみてください。はい。ということで、今回の動画は以上になります。それではまた。